皆さんこんにちは。光ミュージックジャンキーキャップオリックス MC の光です。今回はお得にキャップがゲットできたから見てほしいということでゲストが来てくれています。またこの季節がやってきたね。あれ？なんかありましたっけ？ブラックフライデーだよ。やべ、忘れてた。俺も買いに行かなきゃ。おい。さてよ、イシュボーイ光。どうも光です。本日の日付が11月30日の土曜日です。そして昨日が何の日だったかというと、おそらく1年で一番有名な金曜日。そう、ブラックフライデーでした。ということで現在トロント、絶賛ブラックフライデーセール期間中です。そして案の定、僕が目をつけてたブランドもセールをするということだったので、ダウンタウンまで行ってまいりました。15モードストリートっていうことで、この辺だと思うんだけど、これってことかな？さあ、セールの開始が11時からということで、1時間前に会場にやってまいりました。どうやらこの建物の一角でセールが行われるそうです。ということで、今回最初にゲットしようと思っているキャップのブランドなんですが、正直よく分かっておりません。それどころかブランド名を何て読むのかってことすら分かっておりません。スペリングが MEWT ということなので、ミュートって読むのかな。このブランドもちょっと前にインスタをいじっててたまたま見つけました。で、そこから目をつけてたんですが、いかんせんどこのブランドなのかがよく分からなかったんです。そんな中、久々にインスタのストーリーがアップされまして、なんと未発表のニューエラ3型を 40% オフでセールしますって言ってたんです。で、そこに今回の15モードストリートっていう住所が添えられてたんです。で、まさかなと思ってその住所を検索してみたら、なんとアメリカとオーストラリアとここトロントがヒットしたんです。ただいかんせんどの都市ってところまでは書かれてなかったんですけど、しばらくしたら今度はポストがされまして、そこになんとトロントという記載があったんです。ということで今回はるばるダウンタウンまでやってきたというわけです。ちなみに現在気温0度ということで、中で待てそうなのでちょっと中で時間潰そうと思います。寒い。So I'm Hikari. Jet. What's your name? Jet. Jet? Yeah. Nice to meet you. So first thing first, how can I pronounce your brand name? It's just Mute. Mute? M-E-W-T. What's the meaning behind it? Honestly, it was a nickname growing up. My brother, I used to never talk. Uh-huh. So Mute means like, Oh, okay. it's kind of like quiet. Mm-hmm. But I didn't really like how it looked, the spelling. Yeah. I just changed how the spelling. That's interesting. And then you guys don't have like physical store? No, it's the first mini pop-up we've ever done. Oh. Sort of a last-minute thing, just because my girlfriend's doing a closet sale and I knew it was Black Friday. I see. So Okay. I'm really glad that I saw the Instagram post. Yeah, I've been following you guys for just a few months. appreciate it. And then I was wondering where you guys from, and then where can I purchase your items. Yeah. And then finally. Nice to meet you, man. Yeah, nice to meet you. Thank you very much. それではまず最初にご紹介するのがこちら。その中身がこれだ。こちらニューエラとミュートのコラボによる5950です。今回未発表のキャップが3型リリースされたんですけど、それぞれグリーンのボディに白刺繍のロープロファイルの5950とブラックボディに白刺繍の5950、そして今回僕が選んだオフホワイトのボディとグリーンが使われたこのツートーンの5950がありました。フロントにはブランド名ミュートの M の文字が刺繍されています。左サイドにはニューエラフラッグロゴが刺繍されています。そしてこのキャップの特徴的な部分なんですが、後ろにバッターマーロゴ風にミュートの文字 M が刺繍されているのと、その横にですね、
アニメ調の女の子が刺繍されています。これはオーナーがアニメから影響を受けたそうです。後ろのパネルにこんだけ大きい刺繍が入っているのってなかなか珍しいですよね。そして右サイドにはブランド名ミュートと刺繍されています。つば裏はグレーでスウェットバンドは白です。さらにライナーテープも白くなってます。これも結構珍しいですよね。ちなみに今回 40% オフってことだったんですけど、それでも税抜き55ドル払ったんだけど、今思うと高くね？僕はこのブランドどころかオーナーのことも全然知らなかったんですけど、オーナーのジェットについて後々インスタで調べてみたら、なんと40万人もサブスクライバーがいる有名な YouTuber さんでした。しかもお父さんも有名なシェフのようで、有名家族だったみたいです。いや、まだトロントのこと知らないこといっぱいあるな。さあ、続いてやってまいりましたのは、チャイナタウンの一角にひっそりと佇むこちらのスニーカーショップ、パーラー23です。ありましたありました。この辺は一部なんですけど、ピンウィールになっているタイプの5950ですね。これもかっこいいな。これはまた別のデザインのキャップですね。骨っぽい感じの P のロゴ、グリーンと白と黄色のツートーンがあります。つばらはグレー。このショップのアパレルも置いてありますね。ショーツかっこいいな。かわいい。ハロウィン。So first of all, my name is Hikari. Very nice to meet you, Jaren. Nice to meet you. Jaren? Nice to meet you. Nice to meet you too. Actually, the other day I came here and then I met the guy, Joel. Joel. Yeah. Very nice, cool. Yeah. So before that, I'm a huge cap collector. Hat collector. Yeah. Cool. And then one of my followers on Instagram, he posted the video of that hat. Who designed those hats? Joel. Oh, Joel. Yeah. So I'm like a concept guy. Mm-hmm. So I have a lot of ideas, Mm-hmm. but I'm not very good on the digital end of it. Oh, Joel's very good at everything from illustrations I to see. just working a graphic to executing the concept, I guess you could say. So Mm-hmm. yeah, he helps me a lot. Not just with graphics and that, but yeah. But teamwork makes great work That's or it. whatever. Yeah. We make a lot of stuff locally as well. Mm-hmm. So the majority of our garments are made in Toronto, That's like nice. from fabrics to the construction of them to building them to Uh-huh. the embellishment. This stuff here is all hand painted. Wow. Bleach. Yeah. So a friend of mine that's a tattoo artist, he's also a graffiti writer. He sort of sketched this out and draws it with bleach. So little things like that Wow. bring the community full circle. So like I sell Right. something, they're helping support me, Mhm. but then they're also supporting the artists, the Mhm. people that do the manufacturing. So trying to keep it, Toronto based for sure Oh, as much as possible. I love it. Thank you. I love local brands. So Thank you. yeah, it's I amazing. like your hat also. Yeah, you noticed Yeah, that, Brian's right? a good friend of mine also. And Oh, really? Thank you very much. Oh, Nice meeting you. Thank you very much. Thank you, thank you. Appreciate your visit and the support for sure. All right. Yeah. See you soon. Thank you. Take care. Bye. お次はこれだ。次にご紹介するのはニューエラとスニーカーショップパーラー23のコラボによる5950です。ちなみにブラックフライデーセールは昨日までだったので、昨日オンライン決済して今日ピックアップしてきました。で、ピックアップした後にデザイナーのジョエルと話す機会があって、そこでいろいろとキャップの制作秘話なんかも教えてもらったので、それも含めてキャップご紹介します。フロントのロゴにはパーラー23の P と23という文字が隠されています。ちなみに皆さんは以前あった A ライフというニューヨークのブランドをご存知でしょうか？お恥ずかしながら僕は知らなかったんですけど、このロゴ、そこから影響を受けているそうです。左サイドにはニューエラフラッグロゴが刺繍されています。そして
して後ろには Serving the Community Since 2016トロントワールドワイドと刺繍されています。そして今回僕がこのキャップに惹かれた最大のポイントがこのペイズリー柄のアンダーブリムです。見てよこれ。なかなかペイズリー柄のアンダーブリムって見かけないですよね。このペイズリー柄のキャップについては今回僕が買ったクリームボディにブラックのブリム、そしてグリーンの刺繍、グリーンのペイズリーのものと、全体がブラックで刺繍とアンダーブリムがピンクのものの2種類ありました。そしてこのペイズリーのアンダーブリムについてデザイナーのジョエルに話を聞いてみたら、もともとニューエラからはこのグリーンとピンク、そしてネイビーが選べるよと言われたそうです。ただ、ネイビーのペイズリーはちょっとギャングすぎるなということで不採用になったそうです。そういうのって日本では正直あんまり関係ないですけど、こっちでは場合によっては大問題になりかねないので、そういう裏話って面白いですよね。そしてこのキャップとの出会いなんですが、お恥ずかしながら僕はもともとこのスニーカーショップパーラー23のことを知らなかったんです。ただある時僕のインスタのキャップ仲間がこのブランドのキャップの写真を上げていて、そこから目をつけていました。値段はもともと75ドルだったんですが、実はしばらく65ドルに値下げされてたんです。ところが今回のブラックフライデーでさらに 20% オフということだったので、いよいよゲットしちゃいました。ちなみにショップでインタビューが終わった後もしばらく話をさせてもらってたらですね、なんとピンズいただいちゃいました。こっちは招き猫のピンズで、こっちは虎かな？どっちもかわいい。さあ、本日最後にやってまいりましたのはこちらのアリッツィアです。このアリッツィアは女性向けアイテムを展開しています。実はカナダのバンクーバー初のブランドなんですけど、今ではカナダ全土をはじめアメリカなんかでも展開している人気のブランドです。で、実は今年の9月にバンクーバーに行った際にですね、たまたまアリッツィアの前を通ったんですけど、そしたら窓際に並んだマネキンがなんとアリッツィア限定モデルのニューエラをかぶってたんです。アリッツィアっていろんなモールに入ってたりするので、サイドもちょいちょい入ったりするんですが、そういったニュースは聞いたことなかったし、後々アリッツィアのインスタを見てみてもですね、ニューエラとコラボしましたみたいなポストがなかったので、なんかしれっとリリースされてたんですよね。で、そんなニューエラコラボのキャップが今回ブラックフライデーでちょっとだけ安くなってるみたいだったのでやってまいりました。ちょっとなんか撮影させてもらえなかったんですけど、無事狙ってたキャップゲットできました。ということで、アリッツィアで最後のキャップを購入してきたんですが、実はちょっと前にオンラインでも購入してたので、まずはこちらからご紹介します。っていうのも、今回のニューエラコラボが5950と920の2型がリリースされたんですけど、正直セールになるだろうと思ってしばらく寝かせておこうと思ってたんです。ところが、オンラインで在庫の確認ができたので見てみたら、なんと5950で僕のサイズ残ってんのもうこれしかなかったんです。なのでセールを待たずに購入することになってしまいました。てか箱が過去一低いんですけど、これ大丈夫かよ。あら、わざわざ袋に入れてくれてる。ということで購入していたのがこちら。あ、よかった。一応潰れてなさそう。こちらニューエラとアリッツィアのコラボによる5950ロープロファイルです。フロントにはアリッツィアのイニシャル A と刺繍されています。左サイドにはボディと同系色の糸でニューエラフラッグロゴが刺繍されています。そして後ろには四角で囲われたアリッツィアの文字が刺繍されています。そして右サイドにはスクリプト調の文字でアリッツィアと刺繍されています。そしてこちらはロープロファイルということでクラウンが比較的低めになっているのとブリムがあらかじめカーブしています。カラーウェイとしては全部で6色展開があったんですが、ちょうどこのグレーが欲しかったので在庫残っててラッキーでした。そして今回店舗で買ってきたのがこちら。ただーん。こちらはニューエラとアリッツィアのコラボによる920です。フロントには先ほどと同様にアリッツィアのイニシャル A が刺繍されています。
左サイドのニューエラロゴはこちらもボディと造形色の糸で刺繍されています。そして後ろは920ということでストラップでサイズ調整ができるようになっています。ここについているアリッツィアの A のタグも可愛いですよね。そしてこちらもスクリプト調の文字でアリッツィアと刺繍されています。ちなみにこちらもブラックフライデーで割引にはなっていたんですが、リリースされたのが今年の夏だったっていうこともあってか、そんなに割引率は良くなくてですね、たったの 10% オフでした。しょぼくね。で、このキャップなんですが、僕個人的にですね、カナダ在住の人でニューエラデビューしたいなと思っている方におすすめしたい一品です。それには3つ理由がありまして、まずおすすめポイントその1。ニューエラというとどうしてもこういった5950みたいにがっつりしたイメージがあってちょっと抵抗あるんだよなって人も多いと思うんです。ただこちらは920ということでフロントパネルに芯が入っていなかったり、クラウンも比較的浅かったり、ブリムもあらかじめカーブしているので、ストリートっぽさとかいかつさっていうのがなくて、誰でも被りやすいシルエットになってます。それからおすすめポイントの2つ目は、なんとこちらの920、カラー展開が18色もあるので、自分好みのカラーを見つけられると思います。個人的にはこのベージュともう一つジーンズ生地のものがあったので、その2つが可愛いなと思いました。そしておすすめポイントの3つ目が、何よりこのロゴに共感できるということです。で、それがどういうことかと言いますと、最近日本海外問わず街中でもニューエラを被っている人っていうのはすごく増えたなと思うんです。その中でもニューヨークヤンキースとか LA ドジャースのキャップを被っている人っていうのはすごく多いなという印象を受けるんです。で、もちろんここで僕は野球ファンじゃないとそういうキャップを被っちゃいけませんと言いたいわけではないんですけど、僕もそうなんですけど、中には別に野球ファンじゃないんだよなと思って違和感を感じながらそういったキャップを被っている人っていうのもいるんじゃないかなと思うんですよね。ただ先ほど言ったカナダ在住の人に限って言えば、このキャップならそういった違和感を感じずに被ることができるんじゃないかなと思うんです。アリツィアはもともとバンクーバーのブランドですけど、今ではすっかり全国展開されているので、カナダ在住の人であれば、私、カナダのブランドのキャップを被ってますって胸を張って被れるんじゃないかなと思うんです。まあ、これは行き過ぎたオタクの考えだと思って聞き流してほしいんですけど、自分が被るキャップと何かしらのコネクションを見つけてあげることで、より愛情を持ってキャップを被ってあげられるんじゃないかなと思うんです。ということで、ぜひカナダ在住の人でニューエラデビューしたいなと思っている方、こちら検討してみてはいかがでしょうか。ところで、こちらの920なんですが、実はサヨがしばらく欲しいなと言ってたので、プレゼントします。今、ちょうどサヨ出かけてて、この後合流して一緒に遊びに行く予定なので、その時に渡そうと思います。お、いたいた。サヨ。なんかいいものゲットできた？そしてこれ。プレゼント。またそうやっていいの？帽子だ。欲しいって言ってたやつ。ありがとう。かわいいじゃん、かわいいじゃん。かわいい。ありがとう。なんでこれアリチア。おー、いいじゃん、いいじゃん。ちょっと下見て。かわいい、かわいい。いいね、いいね、オッケー。いいじゃん、いいじゃん。ありがとう。いいね、それ合わせやすいね、ベージュだから。なんか馴染むなんでも。いいんじゃないでしょうか。ハッピーブラックフライデー。今回で気づいたらブラックフライデーに買ったキャップの紹介をするのは3回目なんですが、ほんとブラックフライデーって危険ですよね。皆さんもお得にキャップゲットできましたでしょうか？ぜひコメント欄にて何を買ったのか、そしていかに安く買えたのかを自慢しちゃってください。ちなみに僕はブラックフライデーにアメリカからも一つオーダーしちゃってます。なので、それが届いたらまた動画にしようと思うので、楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。You have a good one. Peace out. 早いクリスマスプレゼント？年内はもうプレゼントありません。
それちょっと一瞬かぶってみてじゃあ。はい